こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python 入門第4回。変数の使用とインプット関数についてお送りします。変数については前回でも扱いましたが、ここで改めて整理してみたいと思います。Python の変数はデータを格納するための名前付きのメモリー領域です。変数を使用することでデータをプログラムの中で簡単に参照したり操作することができます。下の例では変数として A という箱、B という箱、C という箱を用意して、変数 A に10を代入し B という箱に文字列、テキストを代入して、この変数 B を C で参照して使用するというイメージです。次に変数の宣言と代入について見ていきましょう。Python では変数を宣言するために特別なキーワードは必要ありません。他の言語ではプログラムを最初に変数宣言を行わなければならない場合が多く見られますが、Python では変数に値を代入することで変数を作成することができます。こちらのプログラム例では2行目で x イコール10と書けば変数 x が数値を入れる変数として定義されます。また5行目の name イコールアリスではアリ数が文字列ですので name は文字列を格納する変数として定義されます。変数の例名規則について見ていきましょう。変数名は英字、数字、アンダースコアで構成される必要があります。また変数名の先頭は数字にすることはできません。その他として Python の予約語で言えば if、else、while などを変数名にすることはできません。下のプログラムに変数名の使用例を示します。my アンダーラインバリアブルのように変数名の途中でアンダースコアを使用して書くことができます。このような表記方法を使用すると変数の意味を分かりやすく説明することができます。また3行目のようにバリアブル2のように英字と数字を混在して使用することもできます。4行目はアンダースコアで始まる変数となっていますが、このような変数名も使用できます。それに対して使用できない例として7行目のように数字で始まる変数名は使用することはできません。また8行目のように Python の予約語である if などを使用することもできません。次に変数の型について説明します。Python は動的型付け言語であるため、変数を宣言する際に型を指定する必要はありません。変数の型は代入された値によって自動的に決定されます。例えば1行目のように x イコール10と書けば変数 x は整数型の変数として定義されます。2行目ではイコール 3.14 と書いていますので y は不動小数点型として定義されます。同様に3行目の例では変数ネームにアリスという文字列が入っていますのでネームは文字列型として定義されます。次に変数のスコープについて説明します。変数のスコープというのは数が参照できる範囲のことを示します。また変数のスコープは数が定義された場所によって決まります。変数にはグローバル変数とローカル変数があります。グローバル変数はプログラム全体で参照できる変数のことを言います。それに対してローカル変数は関数内でのみ参照できる変数のことを言います。下の例はこの変数の使い分けを示したものです。基本的に def で始まる関数内で定義した変数をローカル変数、その外側で定義した変数のことをグローバル変数として扱います。1行目の x イコール10、これは関数の外で定義していますのでグローバル変数です。この変数はプログラム全体で有効であるので関数内での x は10を参照することができます。それに対して4行目の y イコール5のように関数内で定義された変数 y はローカル変数です。したがって関数内だけで有効な変数となります。このプログラムを実行すると最初に x20 が代入され、次に8行目の my アンダーラインファンクションを呼び出します。すると3行目より6行目までの関数の記述が実行されます。この中で y イコール5で変数 y に5が代入されます。次の6行目で x を表示します。x はグローバル変数なので参照して表示することができます。次のプリント y では関数内で定義された y を表示することができます。
これで関数の処理は終わり、9行目のプリント X を実行します。X はグローバル変数なので、そのまま X の内容を表示することができます。そして次の10行目プリント Y を実行しますが、Y は関数内のローカル変数であるので関数外で参照することはできません。したがってここではエラーとなります。関数についてまとめてみましょう。def は関数を定義するためのキーワードです。これを使用することで独自の関数を作成して、コードを再利用可能で整理された状態で保つことができます。基本的な構文は左のように def の後に関数名を書き丸括弧の中に引数1、2のように受け取る変数を入れていきます。そして、その下に時下げをしてプログラムを書いていきます。関数の最後はリターンと書き、その後に戻り値を書きます。戻り値は右のプログラムのように関数名を参照することによってこの値を参照することができます。右のプログラムでは関数@を定義し、引数1として X、引数2として Y を入れています。この関数では変数リザルトに X と Y の値を足したものを入れます。そして戻り値としてリザルトで出力するようになっています。関数の呼び出しは sum=@3、5のように書き、変数 sum に戻り値を参照できるようになっています。変数に値を入力するには、イコールを用いて右辺の内容を左辺に代入する方法が一般的ですが、キーボードよりデータを入れることもできます。インプット関数は、ユーザーからキーボード入力を受け取るために使用されます。この関数はオプションでプロンプト文字列を使用することができます。プロンプト文字列は、ユーザーに入力を促すメッセージとして表示されます。こちらのプログラムでは、3行目を実行するとインプット関数の中の Enter a value という文字が表示されて文字入力を促します。そしてキーボードより入力された文字列をバリアブルアンダーラインネームに代入します。それを4行で出力します。それでは、プログラムを見ていきましょう。このプログラムを実行します。すると、このようなテキストボックスが表示されます。テキストボックスの前には、インプット文の中で設定したプロンプトが表示されます。ここで、テストと入力してみましょう。すると、4行目が実行され、入力したテキストが表示されます。インプット関数の戻り値は、字列として出力されます。数値を入力した場合でも文字列として扱われますので、計算を行いたい場合は int 関数やフロート関数を使って型変換を行う必要があります。このプログラム例では、3行目でインプット関数をそのまま使用していますので、入力された内容は文字列としてバリアブルアンダーラインネームに格納されます。それに対して6行目では、インプット関数の値を int 関数で整数化してバリアブルアンダーラインネームに代入しています。また9行目では、フロート関数を使って不動小数点数に変換した内容をバリアブルアンダーラインネームに格納して使用しています。それでは、このプログラムを実行してみましょう。3行目の文字列のインプットを促してきます。ここでテキストと入力します。そして、エンターを押します。次は、6行目が実行され、整数を入力します。ここではインプットの前に int と書かれているので、入力された値は整数化されます。ここでは123を入力してみます。次は9行目が実行され、インプット関数の値をフロート関数で不動小数点数型に変換します。ここでは 123.33 と入力してみましょう。このように、3つの入力は正常に行うことができました。それでは、もう一度行ってみましょう。ここで、文字として123と入れます。結果として123が表示されますが、これはあくまで文字列としての表示です。次は整数の入力ですが、ここで文字列を入れるとどうなるか試してみましょう。
この場合はエラーとなってしまいます。文字列を int 関数で整数化できないためです。それではもう一度実行してフロート関数の場合も試してみましょう。ここで入力値としてテキストを入れてみます。例えば tt と入力してみます。するとこのようにエラーが発生し、フロート関数もテキストを引数として使用することができないことがわかります。インプット関数で入力した値を int 関数で整数に変換する場合、ユーザーが数値以外の値を入力した場合はエラーが発生します。このようなエラー処理をするためには、try except 構文を使用することができます。下に示すプログラム例では、文字列が入力されたら数値を入れるように警告を出しもう一度入力を促すように実行されます。3行目の while true の部分は、時下げされた部分を繰り返し実行するプログラムとなっています。このループを脱出するには7行目のブレイクが実行された時となり、ループを脱出すると10行目のプリントプログラムエンドで終わります。ホワイルループの中を見るとトライキーワードの後に、バリアブルアンダーラインネームイコールインティンピュート数値イコールとなっています。ここでデータを入力しますが、ここで数値以外を入力するとエラーが発生します。エラーが発生した場合は except の後で、エラーの種類がバリューエラーとなっている場合は、9行目のプリント、もう一度、数値を入力してください。が実行されます。そして3行目の while true の下に戻り再実行されます。最初に、こちらのプログラムを見てみましょう。このプログラムでは、インプット文で入力された値を整数化して、バリアブルネームに入力するプログラムです。実行すると、このようなテキストボックスが表示されます。ここで数値を入れれば問題ないのですが、この時、数値ではなくて、テキストをこのように入力すると、エラーが発生します。このようなエラーを防止するプログラムを紹介します。こちらのプログラムがエラー処理を行うプログラムを追加したものです。この時、エラーの種類を確認することが重要です。こちらのバリューエラーがエラーの種類となります。それを except キーワードの後に書きます。そうすると、もしエラーが発生した場合、except の後のエラーの種類と発生したエラーが合致した場合は、except の下の部分が実行されます。ホワイル文の時下げした部分はループとして作用します。この部分が何回も繰り返されます。まずトライキーワードの後のバリアブルネームイコール int インプット、数値が実行されます。ここで値をテキストボックスより入力し整数化します。ここで、正常に入力された場合には、下のプリント部分とブレイク文が実行され、10行目のプリント文に移行します。この時、エラーが発生すると8行目の except 文でエラーの種類が判定されます。それでは、プログラムを実行してみましょう。ここで、数値を入力してみます。この場合、正常に数値が入力され、プログラムが終了しました。もう一度、実行してみます。ここで、文字列を入力してみます。するとこのように except 文の後のプリント関数が実行され、もう一度数値を入力してください。と表示されます。トライの書き方についてもう一度見てみましょう。トライブロックにはエラーが発生する可能性のあるコードを記述します。except ブロックには特定の例外が発生した場合の処理を記述します。else ブロックにはトライブロックで例外が発生しなかった場合に実行される処理を記述します。ファイナリーブロックには例外発生の有無にかかわらず必ず実行される処理を記述します。補足として以下の事項を追加します。except ブロックは複数記述することができます。except ブロックで例外の種類を指定しない場合、すべての例外を補足します。
エルスブロックとファイナリーブロックは省略可能です。